おはようございます。新藤きみこです。関東はあれですかね、もう梅雨入りしたんですかね。ちょっと雨が続いててですね、私のこの癖のある癖っ気の髪の毛がさらにうねうねしだしてもうこの時期はどうしようもないんですけど、雨降るとちょっとここの外での作業がちょっともう降り込んできて難しくなるんで、中の作業場での撮影する機会が増えるのかなと思うんですけど、引き続きよろしくお願いします。今日の作業はですね、臓器類の目摘み剪定と剥がりかな、ちょっとこういう欅ですとかカエデですとか、あとこれですね、匂いカエデ、今枝作ってる途中なんですけど、そういうのの、目摘みと剥がりと、ちょっと目押さえ的なことを、やろうかなと思っています。目摘みと、剥がり終わりました。箱切って言ってこう葉っぱをこう全部取ってしまうっていう方法もあるんですけど、私の場合はですね、剥がりと、葉切りの中間ぐらいの、やり方をしています。具体的には上の強い目は、2目1目か2目、これ以上大きくしたくないっていう時は、1目で切ってもいいんですけど、その場合は小枝はできませんので、そういうのも、考えて、1目か2目でまで切り戻して、で大きい葉っぱなんかはこういうふうにこう小さく、カットします。一番枝元の葉っぱっていうのはすごく小さいですから、そのサイズに合わせるような感じでカットするっていう感じですね。この葉っぱが大きいと2番目も強く伸びてくるので、もう本当にこれはもう葉刈りなんですけど、葉の付け根のギリギリのところまで切ると、これは葉刈りですね。上の方はそういう風なやり方することが多くって、下の方はまだもうちょっと弱いなって思うところはややこう切り方も3節残しで葉っぱも大きく残したりとかして、勢いがつくように上と下の勢いがだいたい同じになっていくようにそれを目指して、剪定と剥がりをしていきます。でちょっとこれは枝向きがこう逆に向いてるやつとか、そういうのはこれからちょっと整理していきます。枯れてる枝とかですね。枝が寂しいなと思うところは針金でちょっと直せばカバーできるので、そういう枝はなるべく残して
しまいますけど、こういうのとかもこれ切ったらちょっと寂しいんで少しこっちに針金で矯正するとか、そうやってこうちょっと形をふわっとねやっていきます。はい、次は楓をやります。楓はですね、こういう風に新芽がこう伸びても第一節目っていうのはここの間隔ですねは短いままなんですね。伸びていくにつれてこう間延びしていくんですけど、この部分はね締まってるので一旦伸ばしちゃって大丈夫です。だからここを切るっていう感じですね。中にはすごく短いまま止まっているのもあるので、こういうのはそのままでもいいんですけど、楓は特に芽吹きが旺盛ですから、4月下旬から5月ぐらいからですね、葉刈りをですね2回とか、できるものは3回とか、そういう感覚でやって小枝増やすことができます。私はやって1回か2回ぐらいなんですけど、こうやって伸ばして切るっていうのをやっていくと中の方にまた芽を持ち始めて小さくね作っていくことができます。で具体的にはこの伸びてる枝の、第1節目とか第1節のところでこうやってこう切るわけなんですけど、これは葉刈りもね一緒にやってしまう場合はもうこうやって最初にこう掴んじゃってでここでこう切って大丈夫です。そしたら目摘みと葉刈りと一緒にできるので、スピードアップですね。で次も葉刈りもやっていきましょうかね。葉刈りは大きい葉っぱからこうどんどん切っていって、ちっちゃい葉っぱを残してあげるような感じで、これもケヤキと一緒で、枝の強さによって残す葉っぱの数とか面積を調整してあげて、上の枝と下の枝のバランスをとってあげるっていうのが目的です。中のこう風通しも、日当たりとか風通しなんかも良くなりますし、そうすることで2番目がですね懐の方に吹きやすくなりますんで、そういう目的で、葉刈りをやります。もみじとかはですね、少し弱いというか、うどんこ病になりやすいので、葉っぱがこううどんこ病が発生しやすい時に組織が柔らかいとやっぱりどうしても粉吹いてきちゃうんで、それを避けるために、特にミニ盆栽だとそういうことが起こりやすいので、あんまり葉刈り全葉刈りっていうそういう作業はしないですね。その代わり片っぽだけ切るとか一部分だけ切るとかして中の方の環境を良くしてあげるっていうことはするんですけど、どんどん2番目を出させようっていう目的で葉刈りするっていうことはしないですね。環境を良くしてあげるっていうことをメインに葉刈りをします。特にミニ盆栽だと。これで気になる枝とかあったらこう針金をちょっとかけて矯正してもいいですし、いらない枝なんかも見つけたら整理しておくと良いですね。基本的には全葉刈りなんですけど、ごくごくこうちっちゃい葉っぱなんかは残しておいて、特に下の方の葉っぱなんかちっちゃいですから、そういうのは残してあげるとまだね力がつきやすいかなと思います。でこの後またね2番目出てくるんですけど、2番目がこう出てくる前に1回殺菌剤を巻いといた方がいいですね。私はトップジン M なんかをですね散布してます。浸透性の、強い、殺菌剤で、葉っぱが出てからだと傷めやすいので、その前にちょっと予防の意味で殺菌剤散布して、葉っぱがこう萎縮したり縮れたりとか楓もすることがあるので、それ防止で、
やっています。次は匂い楓ですね。これ少し弱らせてしまって今養生中なんですけど、今ね石をこう噛ませてるんです。石付きにしようと思って。で上の枝も目摘みだけでハサミだけで作ってもいいんですけど、少し模様を入れて、形を作ってみようかなと思います。まずはちょっといらない枝を剪定しておきます。どうせ使わんなってやつですね。ちょっとこれどうしようかな。残す枝だけ見極めて、あとはちょっと目摘みしましょうかね。ここ太らせてもしゃあないなっていう強いところの枝とかは切っちゃいます。頭のとことかね、これ以上あんまり大きくしたくないっていうやつなんか切ってしまいます。やっぱ下枝を少し作りたいですよね。だから上の方は短く切っちゃって構わないけど、こういう感じでちょっと伸ばしたいところだけ残しました。ここに針金かけて、終わりにしたいと思います。よし、針金かけていこうかな。アルミ線で軽く、そんなぐねぐね曲げなくていいので、結構枝できやすい木だし、結構ハサミだけでも結構枝できちゃうんで、それに結局切っちゃうんで、こういう先端の枝なんかはですね、少しこう曲げるぐらいの気持ちでやるといいですね。巻きもないように巻いていきます。あとはこの枝とこの枝か、これも少しつけてもいいけど大丈夫か。この枝かな。ちょっと軽く針金巻いたんで、少しだけしつけておきましょうかね。気持ちね。ところも枝をちょっと下げるような感じでやるかな。後ろに回すか、これはな。よしよし、これでいいか。これこっちにこうやっとくかな。よし、これでいいかな。はい、少しふわっと下げて、これで少し枝太らせて、またこう枝作っていこうかなって思います。はい、今日は以上です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。